こんにちは、キヨです。今回は崩壊スターレールに出てくる花火のお面を作ってみました。作るのは好きなのですが、不器用なのでずっと避けてました。ただ文明の利器によって不器用でもそこそこ形になるものが作れるようになったんで、今回挑戦してみました。まずは、ホヨバースさんにお布施をして花火を引いてきました。CAD 上だとこんな感じです。テカリ具合がいい感じですね。もっと鼻の部分を立体的にしたかったんですけれども、僕の技術力が足りなくて難しかったです。その代わり、他のパーツに厚みをつけて立体感を出してます。本当はパーツごとに分けて作る予定やったんですけども、3D プリンターの性能を試してみたくてまとめて印刷しちゃいました。そのせいで色塗りがすんごい大変でしたね。今回購入したのはバンブーラボさんが出している B1S です。お値段は12万円。ボーナスが一瞬で消し飛びました。印刷サイズが 256×256×256 とかなり大きくて、精度も良くて、その上速いです。今回は表が上向きで、しかもピッチを初期の 0.2 のまま印刷してしまったんで、棚田みたいになっちゃってます。ピッチは 0.8 まで下げられるんで、ここをもっと下げてあげて、印刷方向、多分縦向きにしてあげればこんな段差は出なかったと思います。それでも、ものすごい綺麗に精度よく印刷されてるんで、すんごいテンション上がってます。アクセサリーの部分が割れちゃってちょっとうまく印刷はいってないんですけれども、今回はこのまま作っていきます。サポートを全体につくように印刷したんで、目の横のアクセサリー部分のサポートが中に埋まって外せなくなっちゃってます。裏面もサポートがびっちり貼り付いているんで、結構外すのに苦労しました。外れやすいようにはなっているんですけれども、慣れてなかったんで結構時間かかっちゃいました。エンブレムは別で印刷して貼り付けることにしました。段差がちょっと気になるんで、ヤスリで鳴らしていきます。240番でヤスってるんですけれども、削れる気配がなくて諦めました。筆で色を塗るのは数十年ぶりなんで、すごい緊張してます。モニターだったり、スイッチのドックを塗装したのはスプレーやったんで、ある程度楽やったんですけれども、筆ってなると色塗りのムラとかも気になるんで大変でした。塗料はデコアートさんのアメリカーナにしました。たまたまカインズで見かけて種類も多くて量も多かったんでこれにしました。本当はタミヤの塗料が良かったんですけれども量が少なくて断念ですね。まずは失敗しても分かりにくいホワイトから始めます。塗ったのも分かりにくいんですけれども、もともときなりっぽいプラスチックの色からピュアホワイトっぽくなりました。次は赤色を塗っていきます。赤もいろいろ種類があって、今回はトゥルーレッドにしました。かなりはっきりとした色味ですね。Amazon で買った筆で塗り進めていきます。高い筆を買った方がいいっていう風にネットで見かけたんですけれども、初心者なんでまずはたくさん入ってるやつから試してみようかと思ってこれを買いました。塗料は薄めなくてもいいと思うんですけれども、勝手がわかんなくてちょっと薄めて塗っちゃってます。赤い部分も塗り終えたんでマステを剥がしていきます。マステが中心からずれちゃってたせいで分かれ目が微妙に斜めになっちゃってます。次は金色を塗っていきます。アメリカーノ自体が結構マットな色合いなのかね、プラスチックに塗るものじゃないんであれなんですけれども、結構マットな色合いなのか金色の光沢感が入るだけですんごい雰囲気出ますね。次はエンブレムの細かいところを塗っていきます。細かいところはね、細い筆で塗ってもすんごい難しかったですね。こういうところは手先が器用な人はちょっと羨ましいなと思います。次はブラック。黒色が入るだけでかなり引き締まった印象になります。やっぱりね、色がつくだけで全然印象も違うし、面倒なんですけれども楽しいですね。エンブレムのピンクの部分と赤い縁のラインを塗って完成です。最後は接着剤でエンブレムを貼り付けていきます。透明から見るとはみ出た部分だったり粗い部分が目立ちにくくてパッと見すごいよく見えます。最後に艶消しスプレーを拭いて保護していきます。車用のスプレーなんですけれどもかなり使いやすくて結構気に入ってます。ベランダで拭くと結構匂いが充満するんで苦肉の策でレンジフードの下で塗装することにしました。マジで家族いたら怒られるやつですね。金色の強めの光沢が抑えられて他のマットな部分に程よい艶が出ていい感じです。
3D プリンターの使い方も結構分かってきたんで、また新しいものも作っていきたいですね。次はカフカの刀を作りたいなと思ってます。楽しんでいただけたでしょうか。よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。